今回宿泊する旅館は鳥取県の北西部。とにかくインパクトのあるお部屋に泊まってみたい。そう思い立って楽天トラベルで必死に探してみると、素敵すぎる露天風呂付き客室を発見しました。もしよければ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは本編をどうぞ。今回ご紹介する旅館は皆生温泉にある皆生風雅になります。皆生温泉は2度目の動画になりますので、もしよければ過去の動画もご視聴いただけると嬉しいです。右手に見えるのが皆生風雅さんになります。アクセスは米子インターを降りて車で15分ほど、米子駅からだとタクシーで15分ほどになります。入り口から雰囲気のある旅館ですね。少し奥が皆生風雅さんの専用駐車場。広くて止めやすい駐車場という印象です。皆生風雅さんのホームページには美と古雅の宿とあります。美肌成分が豊富な皆生温泉とセルフケア製品で外側から美しく盛り付けられた懐石料理と広大な日本庭園で心を美しく、美をコンセプトにされているお宿なんですね。それでは早速館内に入ってみましょう。こちらが皆生風雅さんの館内の様子になります。スマートチェックインを採用しており、予約時に事前登録していればメールに送られてくるコードで簡単にチェックインができました。入ってすぐにある売店には少しお酒が販売されていて、鳥取の定番の銘菓などもいくつか並んでいました。ちょっとした規模ですがお土産が買えるのは嬉しいですね。続いてこちらは風雅さんのロビーになります。アンティーク調のテーブルが優雅な空間を演出しています。自慢の美しい日本庭園をゆったりと眺めるのも素敵ですね。その日本庭園は2000坪の面積を誇り、白砂青松の弓ヶ浜をイメージされたそうです。そして私にとって嬉しかったウェルカムドリンクが、日本酒が飲めると思わなかったのでテンションが上がってます。しかも2種類あり、隣にはおチョコも置いてありました。私的にはこれだけでも宿泊してよかったと思いました。他にはルイボスティーのウェルカムドリンクがありました。また奥のコーヒーマシンでコーヒーを飲むことができます。自販機もあるのでいつでも飲み物が購入できますね。ロビーから日本庭園に沿って半時計回りに歩いてみると、そこには卓球台や小さなお子様が遊べるスペースがありました。こちらはホームページには記載されていない施設になります。小さな滑り台に輪投げやバランスボール、丸みのある積み木などお子様に優しいスペースですね。卓球に熱中しながら日本庭園も一望できる、ちょっと変わっていて面白い空間だと思いました。無事にチェックインも終わり、お部屋まで案内していただきました。
途中に選べる浴衣が置かれており、かなり種類が豊富です。男性用の浴衣もここまで充実していると嬉しいですね。浴衣の隣は夕食会場で、夕食の時間が今から楽しみです。さらに奥へと歩きましたが、かなり広い旅館でした。窓から素敵な庭園なども見え、お話をしながら歩くと、本日宿泊するお部屋錦に到着しました。一人旅なので本当に一人で泊まっていいのかなと思ってしまうほどすごいお部屋になります。では早速入ってみましょう。今回宿泊するお部屋は露天風呂付き客室になります。2022年3月にリニューアルした1階に位置する一室限定のお部屋。定員は7名で、本間は12畳の広々とした和室となっています。それではこのお部屋のすごい点はどこか見ていきましょう。まずは広縁から見える絶景。美しい日本庭園を心ゆくまで眺めることができます。その風景には癒されること間違いなしです。そして次が一番インパクトがあると思った場所になります。錦のお部屋は実はメゾネットルームになっていて、なんと12畳の和室だけじゃなくて2階まで存在します。2階に上がると、そこにはセミダブルベッドが2つありました。足元は畳で、ベッドはふかふかして寝心地が良さそう。一人での宿泊だとどちらで寝るか迷いますね。下を見下ろすと本間の和室が見えます。天井が高いこともあり、とても広く感じました。また2階への階段のところにドアが2つあり、片方はウォシュレット付きのトイレでした。なんとトイレは1階だけでなく2階にもあり、こちらもウォシュレット付きで2つとも清潔感がありました。そして1階のもう一つのドアを開けると、そこには洗面所兼脱衣所がありました。パナソニックのドライヤーやナノケアスチーマーまであり、ポーラの化粧水などが揃っているのも嬉しいですね。またオーガニック系のアメニティまで置いてありました。そして脱衣所の奥は内湯になります。後でご紹介する露天風呂ではシャンプー類はありませんので、この内湯で体などを洗うようにしましょう。続いて客室設備のご紹介です。お部屋にここまで大きな冷蔵庫があるなんてびっくりです。その隣にはセーフティーボックス、ポットとお茶セットにアルコール消毒など、ウノやオセロがあるのも嬉しいです。もちろんテレビもあり、隣には空気清浄機も完備されていました。それではいよいよ露天風呂のご紹介です。温泉の成分表が置いてあり、その下には足マットが用意されていました。満を持してお部屋の露天風呂とご対面です。錦のお部屋は絶景の庭園が望める露天風呂付きになります。もちろん温泉で、皆生温泉は美人の湯と言われており、お肌にいいとされるマグネシウム、硫酸塩、メタケイ酸の
三大美肌成分が豊富とのことです。美しい日本庭園を心ゆくまで楽しめるのも最高ですね。そして露天風呂の隣にはシャワーがあります。またくつろげるチェアが2脚あるので、お茶をしながら庭園を眺めることもできました。開放的な雰囲気の露天風呂が好きな人ならぜひおすすめできるお風呂だと思います。とても気持ちが良かったので何度も入ってしまいました。続いては大浴場のご紹介になります。お部屋からさらに奥まで行くと大浴場があります。道中は飾られている絵画や庭園を楽しめるので本当に素敵な旅館だなぁと思いました。こちらが大浴場の入り口の様子になります。貸切風呂をご利用の場合、入り口はこちらです。手前には皆生温泉についての説明が書かれていました。皆生温泉の美人の湯でお肌がスベスベになること間違いなし。女性用大浴場にはナノケアヘアドライヤーなど備品も充実しているそうなので嬉しい配慮ですね。家族風呂をご利用の場合はフロントへお声掛けください。海水が混ざった皆生温泉の塩化物泉は素敵な温泉でした。温泉を満喫した後は待合室に行ってみましょう。こちらが待合室の様子になります。窓からは庭園の景色を望むことができ、バランスボールとマッサージチェアがありました。またコーヒー牛乳などが買える自販機もあります。お風呂上がりにコーヒー牛乳を飲むと温泉地に来たと実感できるのですごく好きなんですよね。温泉の後はお待ちかねの夕食の時間。美味しいものを食べる準備は万全です。座席に座るとお腹がさらに減ってきました。本日の夕食は牛カニ懐石になり、一杯相当のカニと山陰和牛を味わえるプランです。春魚ハニーマスタードに大山鶏ゆず人参、ゆでだこもずく酢やカニ味噌豆腐といった前菜にホタテの出汁の効いた海鮮玉蒸しなどとても美味しい料理ばかりです。作りはカルパッチョと書かれていましたが、醤油だけじゃなくてカルパッチョ風も楽しめました。それではメインのカニ鍋と鳥取和牛を調理していきましょう。この緑のお麩が個人的に美味しかったです。そして美味しいお肉は塩で食べるのに限ります。カニ鍋のお出汁は牛乳出汁になっており、この白いスープが珍しくて良いお味でした。やはりプリプリのカニさんは最高ですね。もちろんお酒が止まることはありません。というのもこんなお得なキャンペーンが。なので新たな相棒を迎え入れました。ご飯ものはバターとコーンの風味が絶妙なカニ飯。これも個人的に大ヒットでした。最後のデザートで満足とお腹がいっぱいです。素敵で楽しいお食事をごちそうさまでした。
夕食後に温泉を何度も楽しみ、おつまみとお酒で夜を満喫した翌朝、やっぱり早朝からも開放的な温泉スタート。本当に宿泊してよかったと裸で実感しています。ちなみにご説明が後になってしまいましたが、お部屋から露天風呂が見えないようブラインドで目隠しできます。早朝から朝活をした後はお楽しみの朝食の時間。夕食と朝食は同じ会場になります。まさかの朝食にもお品書きがありました。しかも手書きイラストなので分かりやすくて素敵です。こちら夏みかんのジュースと、でこちらはイカのお気づけが下の方に入っておりますので、ご飯の上からかけてお召し上がりください。お品書き通りの素敵な朝食。香のものがあり、じゃがいもはカレー風味っぽかったです。イカのお気づけにデザート、ナスのオランダ煮なんて珍しい料理に、おひたしや旬の浅漬けがあり、焼き魚も美味しかったです。お味噌汁は嬉しいことにしじみ汁でした。たっぷりの宍道湖産のしじみは健康に良さそう。こちらはわかめのあんがかかった豆乳卵蒸し。茶碗蒸しっぽさもありながらわかめのうまみが効いていました。そして羽釜で炊きたての美味しいご飯を食べれる幸せ。しゃもじで混ぜるとその香りに胃袋をつかまれます。そこにイカのお気づけをかければ飯テロご飯の完成です。どれも素敵な料理で一気に完食です。美味しい朝食をごちそうさまでした。今回は皆家温泉にある皆家風雅さんのご紹介でしたが、いかがだったでしょうか。メゾネットタイプで露天風呂付きというお部屋を見つけた時は、もう宿泊しかないという一目惚れで即予約していました。インパクトがある客室が今回のテーマでしたが、もちろん朝夕のご飯も最高に美味しかったです。またスタッフの皆様のおもてなしも魅力の一つだと思います。そんな一見高そうな今回の宿泊代は、一人旅の金曜日宿泊で28,100円でした。この内容の一人旅で2万円台は破格だと思います。他にも素敵なプランやお部屋がたくさんあるので、ぜひ一度ホームページをご覧になってみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になればと思います。